こんにちは、月島です。iPhone 16 Pro を購入しましたので、開封レビューをしていきたいと思います。目次です。開封と内容物の確認、購入したアクセサリー、iPhone 16 Pro 各部と iPhone 15 Pro との比較、カメラの撮影結果、最後にまとめと次回予告です。箱を開封していきたいと思います。iPhone 本体です。色はホワイトチタニウムです。サイド部分はシルバーです。今回から新しく搭載されたカメラコントロールボタンが確認できます。ボタンのサイズは意外と大きいです。その他の付属品は USB ケーブルと SIM ピンです。内容物は以上です。今回購入したアクセサリーは液晶保護フィルムと ESR 社の TPU 素材のクリアケースです。この後すぐに液晶保護フィルムを iPhone に貼り付けしますが、その様子や TPU ケースのレビューは別の動画で行いたいと思います。興味のある方はぜひそちらもご覧ください。左が iPhone 16 Pro で色はホワイトチタニウムです。右が iPhone 15 Pro で色はナチュラルチタニウムです。iPhone 16 Pro は縦が 3mm、横が 0.9mm 大きくなっています。バージョンが上がるたびに少しずつ大型化していっている印象です。厚みは iPhone 15 Pro と同じです。重さは iPhone 16 Pro は 10g 増えて 199g です。iPhone 16 Pro のディスプレイサイズは iPhone 15 Pro の 6.1 インチより少しだけ大きくなり 6.3 インチになりました。本体サイズが少し大きくなったことに加えて、ディスプレイのベゼルを前のモデルよりも細くすることで実現しました。有機 EL ディスプレイ、スーパーレティーナ XDR ディスプレイで常時表示機能、ダイナミックアイランドなどは iPhone 15 Pro と変わらないようです。解像度は少しだけ良くなりました。また、数日間使用してみたところ、旧モデルよりもベゼルがより細くなり、画面が大きく表示されたことで、サイズが大きくなっているはずの iPhone 16 Pro の方が iPhone 15 Pro よりも小さく私は感じました。カメラコントロールはクリック感のあるボタンです。シングルクリック、ダブルクリック、長押し、スライドで各種操作をすることができます。使い方としては、まずこの部分をクリックすることでカメラを開けます。もう一度クリックすると写真を撮影することができます。クリックしたままにするとビデオを録画できます。カメラコントロールボタンは iPhone の向きが縦でも横でも使用することができます。その他に軽く2回押しをしてから横に指をスライドさせることでズームや露出などのメニュー項目を選択することができます。その後に軽くクリックすると横に指をスライドさせることで選択したメニューの操作が可能です。カメラの起動や撮影はとても便利に感じました。スピード感のある操作が可能です。ただし iPhone 本体が待機状態になっている場合は1回目のクリックで待ち受け画面が明るくなり2回目のクリックでカメラが起動します。そしてカメラが起動した後にカメラコントロールボタンを押し続けることで動画を録画できますが、指を離すと撮影が止まります。カメラコントロールを押し続けるには何気に力が必要なので、指が疲れてくるとだんだんと画面がブレてきてしまうことも考えられます。動画の録画が始まったら指を離しても撮影し続けてくれると良いなと思いました。そしてメニュー操作や項目の選択などはカメラコントロールを軽く押す、
スライドしながら触るという操作をします。これが難しくコツや慣れが必要だと感じました。特に軽く押すという操作の力加減が私には難しく、そのまま写真を撮影してしまうことが多かったです。画面上でタップして操作する方が確実で簡単に操作できると思いました。私はカメラの起動と撮影以外の操作において、現時点ではカメラコントロールに利便性を見出すことができませんでした。もっと使い込んでみないと何とも言えない感じです。ただ慣れてくれば使いやすくなるような気もしています。また設定にてカメラコントロールをタッチした時の挙動を変更することもできます。カメラは iPhone 15 Pro から変わらずにメイン、超広角、望遠の3つが搭載されています。各カメラともに以前のモデルより機能がアップデートされています。まず超広角カメラが従来の1200万画素から4800万画素になりました。そして望遠カメラは従来の3倍光学ズームから iPhone 15 Pro Max のみの機能だった5倍光学ズームが可能になりました。また基本的な焦点距離は 0.5 倍、1倍、2倍、5倍と切り替えることができます。デジタルズームと合わせれば25倍ズームになりますので、かなり遠くまでズームすることが可能です。7種類のレンズに相当します。そしてメインカメラはフュージョンカメラというものになり、4K120fps のドルビービジョンでのビデオ撮影が可能になりました。各レンズのスペックです。またカメラのスペックは iPhone 16 Pro と16 Pro Max で差はなくなったようです。最新世代のフォトグラフスタイルが搭載されました。色味、ハイライト、トーンを調整した画像を簡単に撮影することができます。そして撮影後に改めてスタイルを変更することも可能です。CPU は先代の A17 Pro よりも性能が最大 15% 向上し、GPU グラフィック性能は最大 20% 向上しました。コア数に変更はないようです。そして超広角カメラの高解像度化と 120fps のビデオ撮影に対応するために、イメージプロセッサーとビデオエンコーダーの性能が従来チップより2倍の性能になっています。また Apple Intelligence というものに対応しているようですが、日本語対応は2025年からのようです。iPhone 16 Pro はバッテリーの駆動時間が最大4時間ほど向上しているようです。15 Pro は最大23時間でしたが、16 Pro は最大27時間となります。充電時間も速くなっているようです。30W 以上のアダプターを使用した場合、最大 25W のマグセーフワイヤレス充電が可能です。今回 iPhone 16 Pro のスペックを比較していて気がついたのですが、以前のモデルほど Pro と Pro Max の機能差がなくなってきている印象を受けました。スペックは Pro Max が欲しいけれどサイズが大きいので Pro を選んでいるといったユーザーにとってはありがたいことだと思います。
次回は iPhone 16 Pro 用液晶保護ガラスの貼り付けやレビューをしていきたいと思います。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。